こんにちは。ゼナックフィールドスタッフの木下誠です。今回は、マグロゲームにおける僕の LINE システムについてお話ししようと思います。じゃあまず実際に僕が、マグロゲームで使っているタックルそのままお見せします。ロッドにリールがついていて、でこの赤い部分の糸、これがメインラインですね。リールに巻いてある糸そのまま、これは P の12号です。でこの白いところはこうメインラインにスクラムというラインがかぶっている部分です。でこのスクラムというラインを約1メートルぐらいかな、取っていて、そのスクラムラインとメインラインをそのまま一緒にここショックリーダーを FG ノットでつなげています。そこからショックリーダーがずっといって、で一番最後は金具につなぐところで、ここは強化チューブを介してこの大型のスイベルにルアーを結んでいます。で一つ一つ、なぜこのシステムになっているのかということを、少し深掘りしていこうと思います。まず、メインラインがこう来ていて、12号が来ていて、でここから約1メートルスクラムが入れてあります。でこのスクラムについての目的ですけども、キャストを何回も繰り返すのがこのマグロのキャスティングゲームなので、この指をかける部分、指の摩擦によるメインラインの毛羽立ちを少しでも抑えたいということをまず最初の目的にしています。でその次にこの太いリーダーとかノットがこのラインのガイドを通って出ていくときにエアノットができたり、トラブルというものを少しでも抑えるためにこのスクラムというものを入れています。それからスクラムの終わりからリーダー全部の長さは、どうしても魚の尾びれにメインラインが当たってしまうとラインブレイクが起こりやすくなってしまうので、ターゲットにしている魚の全長の長さよりもちょっと長くなることを意識してます。なので魚の長さに応じてスクラムの長さは毎回変えます。これが本当にモンスターマグロのね2メーター超えるようなものだったら、このスクラムの終わりからずっといってリーダー全部の長さを足して、2メートル50センチぐらいはないと不安です。これが近海でのキハダマグロ、長さが150、60センチだったら全部足して2メーターちょっとあればいいのかなとは思います。というように、とにかく無駄のない、ラインシステムの作り方っていうのを意識してます。でじゃあスクラムの長さによって飛距離が大きく変わるかという疑問が出るかもしれませんけど、そこほとんど影響はないです。やっぱりスクラムもこのちっちゃなノットになっていて、ほとんど抵抗にはなってないと思いますので、長さのによる飛距離の影響っていうのはさほどないです。じゃあ今度はこのスクラムが来ていて、ここで FG ノットでショックリーダーをつなげてるんですけど、一番の特徴はこの FG ノット自体をこのスクラムごと、このライン丸ごとで FG ノットを編んでいるということが一番の特徴になります。最初はこの、ノットがね、糸が太くなっている分大きくなるのでトラブルが起こるかなって思ったんですけど、何回か現場でキャストして検証していたら、思ったほど気になることもなく、ルアーの飛距離もさほど変わることなくゲームに挑めていたので、ってことはこのスクラムごと FG ノットを編んでしまえば、それだけ FG ノットの強度もさらに上がると考えて、スクラムごと FG ノットを編んでいるという方法で、現時点でここ3年ぐらいかなはここで切れたことはまだ一度もないので、今こうやってシステムを作ってます。ここからはメインラインの号数とそれに組み合わせるショックリーダーの太さについてお話をします。まずメインラインが5号、それから6号、8号、10号、
12号とした場合、これの各メインラインに合わせるショックリーダーを、これちょっと幅はありますけどね、だいたい130から150ポンド、6号の時はもう150ポンドほぼ一択に僕はなってます。から8号、これは150ポンドから180ポンド、10号になったらもうほぼほぼ200ポンドで、12号250ポンド。メインラインの P ラインとショックリーダーの組み合わせはだいたいこういった組み合わせにしてるんですけど、ここに、あとはスクラムというね、キャストをカバーするものを入れているんですけど、スクラムについてはメインラインの P の号数よりも一つ番手が小さいものを使って入れるようにしてます。でも実際、例えばこの6号のスクラムに10号って上手にやるとちゃんと入っちゃうので、そこはあえてこの号数じゃなきゃいけないっていうものではないです。できるだけね、こう細ければ細いほど抜けがいいっていうことは当たり前なので、だからできる方は例えば P の12号をこう8号のスクラムあるいは6号のスクラムに、ね、通していくってことが可能であれば、もうそれは全然ありです。こういったラインシステムのバランスを作っていくんですけど、大まかにですね、この5号6号っていうのがだいたい魚で言ったら30キロから50キロぐらいを想定しているラインのシステムです。で6号8号になってくると50キロから80キロぐらいまで、10号12号あたりになったらもうこれは80キロから200キロを狙うシステムになっていきます。こうどうしてもね、数字を書いちゃうとここまでとかっていうイメージがあるんですけども、そうではなくて、一応もうプラスアルファの数字を多めに見込んでイメージしてください。だからこれがね、例えば200キロが上限っていう考え方ではなくて、もう200キロを当たり前に想定してて、それプラス30キロ50キロ増えてもこれでいくんだっていうつもりでこの数字は書いてあるっていうふうに理解をしてください。今回は、魚の大きさとかラインの太さによるそれぞれのリーダースクラムの組み合わせについてお話をしました。また別の回でさらにそこを深掘りして FG ノットの組み方とか溶接リングの結節の仕方等を具体的に詳細をお話ししていこうと思います。